いや、どうもどうも。日曜の午前中、ゆっくりしてるかい？俺たちの住んでるこの安中あたりもそうだけど、車でちょっと走ると夏は青々とした田んぼが広がってて、本当に気持ちいいよな。日本の夏って感じがする。でもよ、あの田んぼの風景、よく見てみろよ。昔は全部米を作ってたはずなのに、たまにポツンと大豆が植えてあったり、トウモロコシみたいな飼料用の作物が風に揺れてたり、ひどいとこになると、もう何も作ってなくて、ソーラーパネルがずらーっと並んでたりしないか。農家もいろいろ大変なんだな、くらいにしか思わないかもしれないけど、実はあの風景、昔国が50年近くもやってた減反政策っていう、ちょっと不思議な政策が大きく関係してるんだぜ。減反だぜ。字の通り、田んぼを減らす政策だ。これは日本の主食だろう。なんでわざわざ作るのをやめさせるんだよ。って、普通はそう思うよな。今日はその謎について話してみるかい。そもそも、減反政策って何なんだ？まず、この政策が何なのか、一言で言っちまうとな。農家の皆さん、お願いだから米を作るのをちょっと休んでくれ。その代わりちゃんと協力金お金をあげるから。っていう国から農家へのお願いだったんだ。なんでそんな普通に考えたらわけのわかんないことを国が始めたのか。それには、俺たちの食生活の変化がめちゃくちゃ関係してるんだよ。昔、俺たちが子供の頃、いや、もっと前の高度経済成長期くらいは、日本人はとにかく米を食ってた。食卓には丼飯が当たり前。洋食なんてたまに食うごちそうだった。だから国も食料不足になったら大変だ。もっと米を作れって農家に葉っぱをかけて米作りを応援してたんだ。ところが、どうだ、今の俺たちの食生活を見てみろよ。朝はパンを食うし、昼はパスタやラーメンも食う。夜だって米を食わない日もあるだろう。昔に比べて一人当たりが食べる米の量ってのは半分近くまで減っちまったんだ。一方で農業の技術はどんどん進歩して米を作る量供給は昔より増えてる。もうわかるよな。みんなが米を食べる量需要は減ってるのに作られる米の量供給は減らない、むしろ増える。このバランスが完全に崩れちまったんだ。米が余ると何がそんなにまずいんだ。米が余るくらいいいじゃねえか。安い米が食えるんだろって思うかもしれねえ。半分は正解だ。スーパーでキャベツが大豊作で山積みになってたらどうなる？本日キャベツ一玉50円みたいに値段がめちゃくちゃ下がるだろう。それと全く一緒だ。市場に米が溢れ返ると米の値段が暴落しちまうんだ。そうなると誰が一番困るか？そら一年かけて汗水垂らして丹精込めて米を作ってる農家の人たちだよな。全然儲からなくなって、こんな値段じゃ生活できねえよって米作りをやめちまう人が続出する。農家がみんな米作りをやめちゃったらどうなる？次の年には今度は逆に俺たちがスーパーで買う米がなくなっちまうかもしれねえ。それは国としても国民の食を支える上で絶対に避けなきゃいけない事態だ。だから国は米の値段が下がりすぎて農家さんが潰れちまわないようにわざと作る量をコントロールして米の値段を安定させようと考えた。これが減反政策の本当の目的なんだ。農家を守ることが巡り巡って俺たちの食卓を守ることにつながるってわけだな。具体的にどうやって米作りを休ませたんだ？国は農家にすいませんけど、あなたの田んぼのこの一角は今年は米を作るのをやめてもらえませんかってお願いするんだ。もちろん、ただやめてくれじゃ農家も冗談じゃねえ。うちは米で食ってんだって怒るよな。だから、その見返りとして補助金を出すんだ。米を作るのをやめて、別の作物を作ってくれたら、その分のお金を国が補填しますよってな。この米の代わりに別の作物を作ることを転作っていう。だから、俺たちが田んぼ道で見かける米以外の作物、大豆とか麦とか、牛の餌になる飼料用米とかは、この転作で作られてることが多いんだ。あの風景は農家の人が、よし、今年は気分を変えて大豆でも作ってみるか、なんて気まぐれでやってるわけじゃねえんだな。今はもうこの政策は終わったんだろ。そうなんだ。この減反政策、1970年頃から始まって2018年までおよそ50年近くも続いたんだけど、いろいろと問題も出てきた。国の補助金頼みで農家の競争力がなくなっちまったとか、やる気のある若い農家がもっと米を作って安くてうまい米で勝負したいと思っても生産量を制限されて自由にやれないとかさ。だから2018年に国が全国の生産量を割り振るっていうやり方はやめになった。
今は農家の人たちがもっと自由に自分たちの判断で米作りができるように変わってきてるんだ。でも50年も続いた仕組みだからな。その名残は今でも日本中の田んぼの風景にしっかりと残ってるってわけだ。まとめ。そんなわけで、減反政策ってのは、昔米が余りすぎて値段が暴落しないように、国がお金を出して、農家の人に米の生産を休んでもらったり、別の作物を作ってもらったりしていた政策のことだな。その一番の目的は農家の生活を守り、ひいては日本の米作り全体を守るためだった。俺たちが今当たり前にスーパーでうまい米を買えるのも、こういう国の政策で農家の人たちの生活がなんとか守られてきた歴史があるからなんだよな。今度車で走ってて、田んぼの真ん中にポツンと違う作物が植えてあるのを見かけたら、あれが減反の名残か。日本の食の歴史の一ページなんだな、なんて思ってみてくれよ。いつもの見慣れた風景が、ちょっとだけありがたく見えてくるかもしれねえぜ。減反政策ね。まあ簡単に言うと、米も作りすぎると価値が下がって農家の人が困るからちょっと作るのを休もうやって話だろう。これ俺たちの生活にも言えるすげえ大事な話なんだよな。俺に言わせりゃ日曜の昼に行く焼肉食い放題と一緒なんだよ。行く前は今日は元取るぞって息巻いて、最初はカルビだロースだってガンガン頼むだろう。でもだんだん油がきつくなってきて、産地とかキムチに逃げたりしてな。で、帰り道にはもう当分肉は見たくねえって後悔するんだよ。結局一番、うまかったなって最高の気分でいられるのって腹8分目くらいなんだよな。また来ようって気持ちよく店を出るのが本当の勝ち組なんだぜ。何事ももうちょっとくらいでやめとくのが長く楽しむ秘訣かもしれねえよな。